おはようございます。パティシエール、今日のおやつです。今日のおやつはチョコのマカロンです。マカロンって難しいイメージがありますよね。ポイントさえ押さえれば意外と簡単に作れるので、ぜひ挑戦してみてください。まずはサンドするガナッシュを作っていきます。ガナッシュもレンジで作ると結構簡単ですね。チョコレートを600ワットのレンジで3分ぐらいかけて溶かしていきます。溶け方にムラが出るので3分経ったらこんな感じでチョコを沈めてあげて、溶けてない部分を溶けてるチョコの中に入れてあげます。まだ熱いと思うので余熱で十分溶けるのでそのまま置いておきます。生クリームもレンジで2分ぐらいですね、チンしていって上にかけるような感じで入れていきます。生クリームは沸きすぎないように注意してください。沸騰してこぼれてしまうと大変ですね。先ほどのチョコが全部しっかり溶けているかどうか確認できたら、中心から混ぜていきます。もうガナッシュはこれだけでできちゃうんですね。なんでこういう風にツヤツヤなガナッシュができるのかっていう理由の部分を知りたい方は、こちらの動画も見てみてください。どうしてツヤツヤの美味しいガナッシュができるかっていう理由を知っていれば、こんな感じでレンジでもすっごく簡単に生チョコが作れちゃうんですね。こんな感じでツヤツヤに仕上がったら、溶け残りがないかどうかゴムベラでしっかり確認します。簡単でしたよね。ガナッシュも意外と簡単なんです。ツヤがあって、このように滑らかな状態になっているのが美味しいガナッシュになります。このままラップをして冷蔵庫で絞れる硬さまで冷やしておきましょう。このまま完全に冷やしてしまうとカチカチになってしまうので、時々混ぜるようにしてください。次に型の準備ですね。型というか、絞る大きさの丸を書いておくんですけど、紙にコンパスとかでもいいので丸を書いておきましょう。だいたい3センチぐらいの大きさですね。少し伸びて4、5センチぐらいになると思って、このような感じで間を空けて丸く線をつけていきます。私は今回は口金を使って同じ大きさの丸を描きました。ちょっと下手くそですけど、こうやって上にシルパッドを敷いて絞るだけなので大丈夫ですね。粉類は混ぜてふるっておきましょう。ココアと粉糖とアーモンドプードルですね。ふるってよく混ぜておきます。マカロンは材料も結構シンプルなんですよね。で、卵白に砂糖を加えたらよく混ぜて湯煎にかけていきます。卵白も普通に泡立ててもいいんですが、湯煎に当ててスイスメレンゲっていうメレンゲを作っていくと泡の状態が安定して美味しいマカロンに仕上がりやすいです。だいたいここで40度から50度ぐらいの温度にして砂糖がしっかり溶けているようにしましょう。そうなったらしっかりとハンドミキサーで泡立てていきます。角が立ってツヤが出るまで泡立てていきましょう。思っているよりもしっかり泡立てるような感じですね。量が少ないのでちょっと泡立てづらいかもしれないんですが、しっかりと泡立てて角が立つ状態まで泡立ったら、ハンドミキサーを止めてぐるぐる全体が均一になるように混ぜてください。量が少ないとしっかり泡立っているところと全然泡立ってないところがあったりするので十分注意しましょう。ハンドミキサーもしっかり動かしながら泡立てていって、最後に仕上げで混ぜていくような感じですね。しっかりとメレンゲの状態を均一にしたら、先ほどの粉類を混ぜていきます。ここはハンドミキサーじゃなくてゴムベラですね。メレンゲがちょっと塊になりやすいので、ゴムベラでほぐしてから粉を混ぜて、すぐに下からすくい上げるような感じで混ぜていきます。粉が飛び散らないように最初のうちは丁寧に混ぜていきましょう。で、ある程度混ざってきたらマカロナージュっていうのをしていきますね。これが一番マカロンの中で難しいっていう風に思われているかもしれないんですけど、メレンゲの泡を程よく潰して、ちょっと流動性がある状態までマカロンの生地を柔らかくしていく作業です。これをしないと何が起こるかっていうと、メレンゲがふわふわ泡立ってるマカロンをそのまま焼くと表面が割れてしまったりするんですね。膨らみすぎてしまいます。
で、逆にそのマカロナージュをしすぎてしまうとダラダラの真っ平らの生地になってしまうので、メレンゲを泡立てた意味がなくなってしまいます。なので程よくっていう感じですね。これだとまだですね、もう少しやっていきましょう。こんな感じでゴムベラでちょっと生地を潰すような感じにしながら混ぜていきます。ちょっと混ぜるのが苦手だよっていう方は、たくさん混ぜるだけでも結構生地が潰れていくので、そちらでも OK です。この見極めが大事なので、この状態をしっかり見ていってください。チョコレートのマカロンの生地は、混ぜすぎてしまうと結構中が詰まってネチネチ系になってしまって、私はそれが好みじゃないんですね。ふわふわしたマカロンの生地がいいので、ちょっと甘めにマカロナージュしておこうと思います。こんな感じでだらーっと垂らしていくと、すぐには線が消えないような感じですね。ちょっと置いておいても線が少し残るかなぐらいです。ツヤがあるマカロンにしたい方はもう少し混ぜても大丈夫です。できたら丸い口金をつけた絞り袋に入れて絞っていきます。口金は1センチぐらいのものにしました。で、先ほどの丸に合わせて絞っていきます。ちょっとカメラに髪の毛が映ってますね。すいません。こんな感じでコインっぽい感じですね。少し厚さもあるように絞ってください。真っ平らに絞っちゃうとペラペラなマカロンになっちゃいますね。できたら後ろからバンバン叩いて大きい空気が外に出るようにしていきます。ちょっとふんわりめに仕上げたかったので、こう叩いても真っ平らにならないような感じですね。置いとくと平らになっていきます。できたら大きい空気の泡などがあると思うので、それをようじでツンツンして取り去っていきます。そして20分から30分ぐらい常温に置いて乾かしておきます。こんな感じで触れるようになっていれば OK です。160度のオーブンで15分弱焼いていきます。乾かしすぎてしまうと表面の皮が厚くなりすぎて美味しくないですし、乾かしが甘いと表面が割れてしまうことがあるので気をつけてください。こんな感じで焼き上がりにこう動かなくなっていれば OK です。焼けたら硬くならないようにすぐに冷ましておきましょう。そして冷めたらひっくり返して汁パッドを剥がしていきます。お家のオーブンの状態や生地の絞った大きさとかでも焼き時間とか温度は変わってくるので、調節しながら焼いていってください。完成したら同じ大きさのマカロンをこのように合わせてセットにしていきます。先ほどのガナッシュですね。時々混ぜながら冷やしていって、このような状態ですね。もし冷えすぎてしまいそうな場合は常温に途中で出しておきましょう。これ以上硬くなってしまうと混ぜた時にザラザラになってしまいます。柔らかいと絞りづらいのに注意しましょう。この状態がベストですね。どうですか？ツヤツヤですっごく美味しそうですよね。お好みの量、絞ってサンドしていきます。私は結構チョコ大好きなのでたっぷり絞っていこうと思います。あとは上をくっつけていくだけですね。休ませると中までちょっと水分がいってしっとりした感じになりますし、このまま食べるとふんわりした感じでいただくことができます。どっちも美味しいですね。乾燥しないように休ませる場合はラップをして冷蔵庫に入れておきましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。かわいいマカロン、ぜひバレンタインのプレゼントにもしてみてくださいね。今回はちょっとマカロナージュ少なめにしたので、断面を見てみると中がふわふわっと柔らかいのがわかりますね。